や最初だから最初は一人よ。半年間一人で、三上さん一人新人教育しながらっていう片手間にやってて。で人が増えていって途中でまた一人になったんですよね。キャラ一人でしたね。ああ、それは背景のスタッフが一人背景が一人になったんですよ、だから背景のって全部スタッフを統括するリーダーっていてて、その人が朝一に来てパーテーション越しに「誰々さんと誰々さん辞める」と言って「お先真っ暗」とか言ってこっちが真っ暗や。俺がちょうどバイオ初めて出店するゲームショーに一応行ったんだよ、視察に。でそこで見に行ってたらなんか一般の人が遊んでるじゃん。でそこで寝ゾンビ寝てるゾンビの向かってこうクリスがテクテク歩いていってたまるようなそうで配置してる。そうでガーって捕まった瞬間にビクーってなってて、でもその彼は一人でプレイしてたから周りに誰もいなくてこう周りをキョロキョロ見ながら耳がどんどんカーってなってそれ見た時には自分がやっぱ怖がるんやと思って嬉しかったですね。売れるとは思ってなかったよね。そう全然売れないと思ってま全然ってことはないよ。だから2、30万だと思ったよ。す。30は十分俺の数字より低い。 30万。俺4、50万やったのに。あ、そうなんですか。あれだからね、ファミ通の評価来た時びっくりしましたよね。9とか10とかついてて、これ嘘やろって、マジかよって。スタッフが言ってるのはひどい。俺の予想は7747ぐらいかな。4いやはないだろ。何か嫌な人もおるやろこんなもん。だってあれだけ操作が難しくてホラーっていうジャンルが特殊でしょ。いけると思えなかったよな。そんなに売れるとは思わなかった。 4ぐらいいくかなと思ってたから、なんかベアフォンに数字が良かった。みんなひどい。俺がね最初入った頃にはね、カナヤンが一人で一生懸命プログラム打ってね。何俺何も言ってないじゃん。言われるのが一番ムカつくんじゃん。お前ムカつくんじゃん。バイオ1でフルポリでやりたかったのって今でいう PS2 スペックみたいな、いやデビルとかやってるじゃないですか。それはそうああいうのを頭に思い描いてたっていうことなんですね。絶対無理ですけど。サブキャラ死んでも無理。だってサブキャラ5人とか言ってんの。一緒にやつがおるとか言って。サブキャラ5人出た時点でゾンビ出ないよ。これ俺は半身だけ作って横から出てくるようにしようとかいろんな妙なアイデアを。最初だって洋館なんか4つありましたよね。1番館から4番館までありましたね。半分にしたんですよね。行間にしろサブキャラにしろ時間があったら作ってるんですかね、それって。作ってたと思うよ。作ってるんですかそれって。あったらもうボリュームがどれだけになろうと。それはひどいことになってた。1番館2番館3番館4番館あって、俺らが入った時には1番館と2番館と4番館で3番館がすでにカットされてたんだよね。あれ真っ先に買った。そうですよね。で僕が来た時には2番館までしかなかったです。そうでも2番館まで違うんだよ。その前にまだあるんだって。三上さんがムービー関係の仕事で東京に出張してる間に「神はお前4番館のマップを上げておけ」って言われて、俺4番館のマップを書いたんだよ。三上さんが帰ってくる時にまでに合わせて俺スケジュール合わせて4番館のマップ書いたんだけど4番館ボツになった。思い出とか思い入れみたいなのないんですか。大変だったね。大変だった。いやでも会社に入ってそういう大変なラインに入ったっていうのはいいことだと思うけどね。でさ、入社したその新人の俺らが会社で開発してるゲームをこう見学した時に俺一番興味を持ったのはバイオだったけどね。3D ホラーって言われてましたよね。ほらほら。あ、そう、ホラーチームです。そう、俺の運命を決めたラインでありトラウマであり。作品のこと語ってない。自分の精神的なものしか語ってない。怒られたってそんだけや。すごくためになった。待って、なんでいい子なの。ちょっと待ってちょっと待った。青山だけいいもんにするのはやめようよ。ホラーってバイオシリーズで進むごとに消費されてるところってあるじゃないですか。怖さとかなくなってびっくり感にいっちゃうとか。あ、でもできるよ。そこはまだまだ可能性あるとまだまだ思ってるんです。なんぼでもできるから。それは三上さんの頭の中には新しいものがどんどん出ている。いけるよ、まだまだ。三上さんにしても残虐なものを見せて喜ばせたいっていうわけじゃなくて、別にスプラッター必要性の中ですよね。別にスプラッターが作りたいわけじゃなくて、純粋に怖がってくれてそれでっていう楽しいって人が言うてくれたらそれで満足やろっていう。で僕らのサービス業でエンターテイナーだからやっぱそういうものを徹して作るだけかなっていう。でそれに対して余計な横やりを入れんといてっていうのが正直なところ。それは1から一貫して変わってないところです。それは全然変わってない。当時の絵ってやっぱ今見直すと結構
目に痛いものがありますね、今見るとね、あの時はね結構綺麗だなと思ってたんやけど、今見るとやっぱりそうしかないちょっと落ちるよね、うんやっぱり。それやっぱ綺麗な絵で見たいっていうのは、うんそれはユーザーの要望でもありますけど、三上さんの要望でもあるんですかね、それはクリエイターとしての欲求とか。まあやってみたい気はあるよ。自主だけのクオリティにして出したいよね。1が終わって2ってなった時に割と深めに入ってるんですか、2には。2の方が3より深めだよね。ボリューム入る割合で言ったら1が一番、まあ、ディレクターですから当然として、2、3ってどんどん薄くなっていって、どんどん薄くなってる。2はそれなりにやっぱ入ってるんですよね。ぼっちぼっち入ってる。2はどうだったんですか、三上さん。2はね、まあ神谷の殻がっていう全面出ればいいかなと思って。寝てますけどね。寝てるけどね。死んでますけどね。でもカラー出過ぎてやり直しになったんじゃん。あ、1.5 ね。あれ1.5の時もう雑誌とかも打ってましたよね。バイオハザードの次回作とか出してたよ。出してましたよね、次回登場キャラとかでボツにしたんですよね。言うこと聞かないんだよこいつ。まああれって言ってで俺も考えて考えて出したネタが、まあとりあえず作るだけ作らさして形になった時点で嫌顔でも上がるやろ。1.5 として中止にするっていう判断した時みんな真っ青になりませんでした？いやあれだけど受け入れましたよね。割とすんなりだったよ。みんな割とホッとしただからみんなマグチェックしててみんな思んないもん。みんな思んないからやり直ししたいっていうっていうか方が多かったよ。まあ作ったやつで思んないっていうのもないねんけど、マジで思んなかったから。結構言われてホッとしたみたいなところが。ホットっていうよりかはまあ良かったねってその方がいいやっていうようなリアクションの方が多かったね。ザッピングだいぶ言われましたよね。あれはザッピングじゃねえとか、なんかも厳しいねあれはね。う、で実際攻略を割とっていうその一本道だったらできるんだけど攻略はある程度自由にさせたいしザッピングもしたいしっていうところでどっちとかだったらやっぱりある程度攻略の自由度っていうそっちに落ち着いちゃう。で実際シナリオ書きながらこの時にこいつはどうしてるんだっていう話になってついつまが合わなくなっちゃってえらい目にあっちゃって豆腐の声はこいつやもんいややりました。関西弁で入れてってもうあかん言うてください。もうあかん。もうあかん。これが入ってますから。本当ね俺加工してほしくなかったのよそのデータを。だからサウンドあれちょっとなんか甲高くなりましたそうよね。加工してるからまんまで入れてほしかったのまんまで十分甲高いからあれだって俺ねマイクで撮るときにギャラリーが要素始まってむちゃくちゃ恥ずかしかったよ。1.9っていうタイトルで走ってましたよね。そうベロニカと一緒ぐらいに走っててあれスター1.2とかトはベロニカとほぼ同時期一なんです緒ぐらいじゃないかなだってそういう一緒やったね。とベロニカと 1.9 が一緒ぐらいに走っててブーブーブー今のは無理やね出た時点で無理。最初あれですよね、ディアルショックやる前に2の何でしたっけ、ちょっと前の話もうちょっと違うところ2の裏話みたいなところでゲームできへんかみたいなところで走ったのが外伝であって、そのうちディアルショックが入ってきて、じゃあディアルショック終わってからやろうっていう話だったんですよね。仕掛けとか結構ムカついたりしてねクランク回したらクランク折れたりとかするやんか。あの辺があれ面白かったけどな。あれポキってこう俺今までにないバイオやと思ったもんね。目が点になった瞬間あ折れた。俺一番って思ったのが市長の銅像かなんか回ったらバッテリーが出てきたからなんでやねんってあれはびっくりしましたよ。あれは何で撮った？あれはだけどバイオや。あの理不尽さが。でも2の警察署以上あれだけど理不尽さがバイオやなと思ったけど折れて取れないのは今までにないバイオだ。海外一発で取れんのにと思って。3ってでもその辺突出してるっていうかやりたい放題やってるのやってるよね。もう突き放してるところは新しい血がいっぱい入ってくるからね。なんかいいようにまとめた3ってさ最後でラクーンシティ潰してるやんか。あれ後の人が困るって思わなかった？いやもうラクーンシティの話はもう終わり。最初に作りたかったのはだから3つの柱があってで3つの怖い柱っていうの1つは街中のって喧騒と
建物の中入ってって奥にもう一部屋二部屋あるでっていうとこに外はもうすごいもう一般市民が逃げ惑っててサイレンが鳴ってて至る所で火災が起きてるとかでゾンビがっていう大勢押しかけてうえーっていうそういう喧騒建物の中入ったらシーンとするっていう時に部屋をこう物色しようと思ってなんかいいアイテムないのかなって言ったらゴトって音がするなんかいるのっていうもう一つは、ゲームの序盤っていう街中って結構入り組んでて分かりにくいで序盤で攻略進めていくうちになんとなくマップが頭に入ってきてああこの街の大体位置関係マスターしたよっていう頃に、まあジルとか気失って気づいたら半日経ってて真夜中なんて、でアイテム取るために戻れやって言われた時にあ分かってる分かってる言いつつも真っ暗で様相が全然変わってる街並みっていうでさらに強力なモンスターがその時にうろついてるさらにその中って広い街中なんで当然そのプレイヤーを必要にって付け狙うっていうこの3本柱で、勝負したかったっていうのが最初2の時が何が一番しんどいっていうと100万人に売らなあかんなんか言うたら100万人のやつがみんなでできるバイオハザードを作れ100万人ってついてきたのが外伝やからまあ一部の人間でいいやって言われると入り口はそれっちゅうのそうは辛いなんかスキッとした外伝で割り切っただけあってゲーム性ってだいぶ割り切ってるんですよ最初はねもっとやりたかったんだけどね最初はだからインディーズのノリでやろうって言ってて3日話し合い続いたもん岡本さんと辞表用意したもんねユーザーを裏切るとかそういう意味なんですかね自分たちが満まず足してない自分たちが作ろうと思ってたことと違うやんっていうことと、3が作るんだったらやっぱりたくさんの人が買うじゃんっていうような内容にちゃんとして出さないとダメでしょっていう、その2つ青山が一番3でこだわったところどこなのディレクターとしてこだわったところなんで笑うひどいね遊びたかったベロニカ作ろうって誰が考えたんですかそれ聞きたかったんですけど急になんか笑けた岡本さんじゃないのどうぞ2も2もない答えサタン版だったのササタンでバイオの2が移植できないっていうことになってあそうだそうだ思い出した全部思い出した最初サタン版でバイオ2をやってて移植を落ちないあでやってたんだけどクオリティゴッと落としたら落とせるんだけどそれはできないからって言ってでじゃあ代わりにセガに対してってセガファンに対してなんか出せよっていう話になっててじゃあスケジュール伸ばして作り直すしかないねオリジナルをっていうじゃあ時間がかかるんだったら待たすんだったらクオリティも上げやっていう、っていうところでベロニカになったんですよすごい流されてる話だったんですね最初そうよやっぱ3が出る前だったねで大体続きの映画っていうのは1と2は当たるけど3でこけるっていうパターンが多かったけどだからじゃあ3でこけるっていう前に1の回帰点に帰ろうただ今回加藤さんとウェスカーズレコードのシナリオでだいぶ話したんですけどウェスカーって1の時は結構間抜けなやつでしたよねって話はだいぶしてて別にマルケナ・ウェスカーを演出したかったんじゃなくって要は、自分が作り出したもんっていう最強の兵器やとかってバイオウェポンやって作り出したもんが、実はっていうその自然界におけるっていうルールみたいなところをやっぱり踏みにじった部分があってそれによって人間がっていう人間が作り出したものが実は暴走した結果結局振り返ってきたのは人間やった、ツケがあったそれが作り出した張本人であるウェスカーに単に帰ってきたっていうような裏が含んでてそうだったのそれが薄いユーザーから見たらウェスカー間抜けやなってそれはなかなか伝わりにくいですよね、だからベロニカですっごいたくましいじゃないですか、2丁サブマシンガン持ってるんですよね続編を作れって言われたら、その続きを作ろうとするでしょでその続きを作ろうとした時にしょうがないよねそれは何がですかかっこよくなるんですかいやクレアイメージが変わがる兄を探そうとするっていうところはしょうがない
下回ってないけどまともなこと言うてるやりましょうよ。なんか納得いかへんわ。なんでベロニカだけこんなまとまっとんねん。コンセプトとしてその1を意識した流れでっていうのがあったわけですよね。だから2と3は俺は1の続編だと思ってないのよ。だから1、2、3っていう流れとベロニカっていう流れは別の流れ。そう言われた。 5年は周年ねって早くも遅くもない。なんかその間に結構テンポよく作品出してるっていうのはあると思うんですよ。バイ無我夢中。オ無我夢中でうんワン、ツー、スリーってどんどんその三上さんが関われる色が薄れてきたっていうことに対してなんかこう辛さとかそれは悲しさみたいな辛いね。それはねどっかの雑誌でも言ったかもしれないけど自分の育った娘を、他の男に取られるっていう嫁に出すそう嫁に出すみたいなそんな感じはあるよね。プロデューサーとしてメディアに出ることが多いわけじゃないですか、バイオシリーズに関しては、そこに対するジレンマとかっていうのはそれもある。それは本来ならばディレクターが一番っていう一番前に出て、メディア使うてで自分でやりたかったこととかいろんなことを喋ればいいんじゃないのかなって。それが一番ピュアな形だと思う。ここからは自由に、ここからはっていう自由に作りたいものを作る、作りたいものを作る。だからごくごくクリエイターとして健全なスタンスっていうかそこで行きたいねっていう。ずっとユーザーってバイオ4って待ち焦がれてると思うんですよ。三上さんの思うバイオ4っていうのはどういうもんなんでしょうね。存在的に区切りが一旦ベロニカでついた。相対的にはフルモデルチェンジでしょ今度こそ。もう中途半端なフルモデルチェンジじゃなくて全てにおいてやっぱり新しい。まずバイオハザードであってそう新しい。バイオハザード4はなんかもう作ってないんじゃないかって思われそうですよね。作ってる作ってるよちゃんと作ってんのかって言われそうですよ。めちゃめちゃ作ってるけど中途半端なものは出せないんで、時間をあんまり気にせずっていう今まではすごい時間に追われてたけど時間を気にせずもん作るためならっていうところで頑張っていこうかなっていう。バイオワン以来だもんね。おすげえって言って自分が現場降りてもOK 出しをする絵っていうのは多分久々かなって5年ぶりかなって。三上真司プロデュースであって三上真司ディレクションという作品が今後出てくるって期待していいわけですよね。期待してくださいと言いたいところですけどね何本作れるかは分かんないです。じゃあユーザーに対して約束しましょうよ。三上真司ディレクションのプロジェクトが走ってる。走ってます走ってます。はい期待して OK。期待して OK。Biohazard team